ここの部分ですね、干渉して、そっか、ミスった。はい、おはこんばんは、オリーブです。前回までのオリーブの束の間は、なんやかんやでフレームを増やして、なんやかんやで可動フレームを作って、なんやかんやで作業台を完成させて、なんやかんやで塗装しました。今回は作業台に干渉問題が発生したので、その解決と作業台を使わない時用に開き止めを取り付けていきたいと思います。それでは本編へどうぞ。はい、今、オールですね、取り付けたら、ここの部分ですね、干渉して、作業台が開かなくなっちゃいましたね。拡大して見てみると、ここの部分ですね、ぶつかってしまっているので、オールが干渉しないように、作業台の両脇の方ですね、切って縮めたいと思います。作業台を一回外します。ただパテを持ったところが作業台を取り外した時に崩れないのか少し不安ですね。はい、これ今ちょっとわかりづらいんですが、一応傷つかないようにゴムハンマーを使っています。そしたら印つけたところをカットしていきます。作業台の板の長さが短くなったので、枠の方も作業台の板の長さに合わせて切っていきます。そしたらここの枠の部分だけ取り付けて、一回穴の方ですね、パテで埋めていきます。割れてる。取っ手をつけてたところの穴の部分ですね、パテで埋めて軽く塗装したいと思います。はい、メジャーをカコンってやって何の説明もしないまま消えていきましたが、ビス穴の位置決めって書かれたテロップだけじゃわかりませんよね。今回作業台を切って短く加工するわけですが、そのついでに後で金具を取り付ける作業をします。しかし前回作った作業台のように板の端の方に木枠を取り付けてしまうと、付けようとしている金具が取り付けられなくなってしまうので、今回は板の少し内側に木枠を取り付けていきます。前回は端の方に木枠を取り付けたので楽だったんですが、今回は板の内側に、しかも構造上木枠がつくのが板の表で、ビスを打ち込むのが板の裏側なので、あらかじめビスを打ち込む位置をメジャーで測っておいて、印をつけて変なところにビスを打ち込まないようにしていたわけです。あれ？これ伝わってるかな？めんどくさいやつって
ということでパテを穴の開いたところに塗り直したので塗装をしていきたいんですが、その前にこの稼働する作業台を使わない時に固定するためにパッケージが破れているんですけど、こちらを使いたいと思います。はい、パーツが2つ入っていますね。取り付けのネジも入っていました。こちらをこの受ける金具に留める金具をかけて、こんな感じで使うパーツですね。これをちょうどこの両脇の空いてるスペースですね、ここに取り付けていきたいと思います。なぜ塗装する前にこちらのパーツを取り付けるかというと、このパーツを取り付けるとき穴を開けて取り付けないといけないんですが、穴を開ける位置を失敗したときにもう一度パテで埋めて塗装をし直さないといけなくなってしまいます。そうすると塗装する作業が2度手間になってしまうので、最初にこのパーツを取り付けて、うまくいけばそのまま塗装して、失敗したらまた位置を調整して、取り付けの位置が完璧になったら失敗した穴を全てパテで埋めて、作業台の最後の塗装をしていきたいと考えています。はい、取り付けのイメージとしてはこんな感じですね。この受けの金具をこのフレームに取り付けて、本体の方ですかね、こちらのパーツをこの作業台に固定していきたいと思います。このパーツを取り付けるためにこういうビスが入っているんですが、こちらは作業台側にのみ使って、フレームに取り付けるこちらのパーツはフレームに固定するためにボルトで固定していきたいと思います。ただこのパーツの穴が小さいので拡張して、はい、こちらの M4 のサイズのネジを使いたいと思います。まずは取り付け位置を決めるために印をつけていきたいと思います。だいたいセンターに印をつけたので、このセンターの目印を目で見ながらフレームの方にもつけました。このパーツの幅が説明書見ると 28mm って書いてあるので、 28mm だからセンターから両脇に 14mm ずつ離した位置に印をつけていきたいと思います。はい、こんな感じで印がついたので、ちょうど目印をつけた位置とこのパーツの幅が一緒なので、目印に合わせてこの状態で取り付ければ、この枠の幅の真ん中にパーツを取り付けることができますね。このフレームに溝が2本通っているので、このパーツのこの端っこの部分を、はい、こんな感じでここのフレームの溝に合わせながら固定していきたいと思います。はい、取り付けの位置の確認というテロップでは何をしていたかわからないと思うので補足させてください。今確認していたのは映像ではわかりにくいですが、フレームと作業台には段差があるんですよね。フレームの位置が高くて作業台が低い位置になっています。この段差があると、ここの部分が斜めになったまま金具を締めることになります。段差のない状態よりも斜めで取り付けた時の方が金具のここの部分の長さが必要になります。ここが短ければ短いほど金具の下のここの隙間が大きくなっていって取り付けられないということになります。なので金具を実際に当ててみて問題がないかを確認していました。はい、そしたら同じ作業反対側でもしていきます。そしたらこのパーツの穴が 3mm ぐらいなので M4 のネジを取り付けるために 4.5mm の穴に拡張していきます。穴を開けたら裏側がこんな感じでバリが出たので削っていきます。はい、そしたらこの両脇のフレーム側にも穴を開けていきます。
おお、そっか。だね。ミスった。ボルトの長さが足りない。はい、今買ってきたネジの長さが足りなかったので、廃材からボルトを見つけてきたので、こちらを使って固定していきたいと思います。そしたら長さが長すぎて飛び出ているので、グラインダーで切っていきたいと思います。そしたらグラインダーで切ったところにバリが出ているので研磨していきたいと思います。そしたらネジのグラインダーで切った方を下側に向けて、こんな感じでパーツを固定していきたいと思います。はい、そしたら今度はこちらのパーツを取り付けていきます。ここにこんな感じで取り付くんですが、こいつの幅が約 20mm なので、ここのセンターの目印から両脇に 10mm 離れた位置に印をつけていきたいと思います。この辺りかな。そしたら印をつけて、この印の位置で止めるとこの張力のかかり方が弱いと思うので、この位置から少し下げた位置にこちらのパーツ取り付けていこうと思います。ちょい下げぐらい。この辺りかな。そしたらもともと付属していたネジを使って留めていきます。これで止まるかな。ああ、ちょうどいいな。よし、反対側もこんな感じで取り付けていきます。はい、いいかな。よし。はい。ということで、キリがいいので、今回はここまでとさせてください。今回は作業台にオールが干渉してしまったので、作業台を切って幅を短くする作業と、開き止めの金具を取り付ける作業まで進みましたね。次回で可動式作業台シリーズに関しては最後の回となる予定です。チャンネル登録やグッドボタンを押していただけるとすごく動画制作の励みになります。本日もここまでご視聴ありがとうございました。ものづくりって本当にいいですね。
さよなら、さよなら、さよなら。パテが割れてるシーンで騒ぐ録音をしたら、奥さん、めっちゃ驚いてました。ごめんなさい。